忍者スター参上。キャッハー。キャッハーさんだぜ。キャッハー。キャッハーちゃんだよ。今日は格ゲー初心者向けに、攻めの考え方をレクチャーしていくぜ。あたしも格ゲー初心者だからありがたいな。それじゃあ行くぜ。キャッハー。攻撃を当て続け、相手の体力をゼロにしたら勝てるぜ。キャッハー。いやキャッハーじゃねえし。そんなことあたしだって知ってるし。ガードされてると一生ダメージ与えられねえし。続けて攻撃しようとすると反撃食らうし。まあ確かにそうだな。順に行こう。まず、相手のガードを崩すには投げることだぜ。でも投げようと思って近づくと相手の攻撃を食らうよ。そこで次のトピックだぜ。それなら反撃を受けない状況から仕掛けるんだ。どういうこと？相手に寝ててもらうとでも？ほう、いい線いってるぜ。例えば足払いで寝ててもらうってのはどうだ？ダウン中は反撃できないから安全に近づけるぜ。なるほど。足払いってリーチ長いから当てやすそうだね。足払いに限らず、ダウン取れる攻撃は強いんだぜ。ダウン中に近寄って攻撃することを置き攻めと言うんだ。いきなりだが画面下のメーターを見てくれ。足払いを当てた後、メーター上の数字が青くなったろう。青い時は自分が有利ってことだぜ。ふむふむ、この31って数字は何なの？これはいわゆるフレームを示してるぜ。この場合31フレーム有利ってことだな。ピンとこないけど、結局何秒有利なの？このゲームは60フレームで1秒だから、約 0.5 秒だな。たった 0.5 秒？そんな一瞬の有利で意味あるの？大ありだぜ。実際ダウンさせてから歩いて投げが成立してるだろう。ちなみに投げは入力から成立まで5フレームだ。約 0.1 秒。ダウンさせる以外にも有利を取る手段はあるぜ。まずジャンプ攻撃をガードさせると大幅有利だ。よし、投げてしまえ。注意すべきは相手のガード硬直中は投げられないことだ。一瞬待って、硬直が解ける瞬間を投げるのか。それって難しくない？正確には硬直が解けて相手が次の技を出すまでの間だが、慣れるまでは確かに難しいかもしれないな。まあ、そのためにトレモがあるんだぜ。あ、ジャンプ攻撃から投げる際に大事なことがあったぜ。ジャンプ攻撃がヒットしてる場合は、投げじゃなくて打撃からコンボに繋ぐんだ。攻撃した一瞬でヒットかガードか確認するの？そんなの無理だよ。俺も結構失敗するぜ。だが、これならどうだ？ジャンプ攻撃から5強形まで出して、ここまでで確認するんだ。これなら私にもできるかも。通常技でもガードで有利取れるんだね。そうだな、キンバリーの場合は5強形と2中形だぜ。他にも全体動作が短い小技からの投げも有効だ。これらの技をガードさせることが第一の目的だな。よし、どんどん投げて勝つぞ。ってあれ、投げれなかったよモヒカンマン。なんでだよ。ジャンプ攻撃以外はガードバックの影響で、投げの間合いより外に離れてしまうんだぜ。なのでガード後に少し歩いてから投げる必要があるんだ。じゃあ歩いてる間に反撃されない？よく気づいたな。確かにその危険はあるぜ。ダメじゃん、このトサカ頭。まあ待て、そこで投げを小技にしてみろ。よーし。あ、当たった。このように、通常技で有利を取った場合、まずは打撃で相手に、動けない、と思わせることだ。なるほど、動けないと意識づけしてから歩いて投げ。出ないんですけど。このゲームには投げ抜けがあるからな。投げを読まれた場合は投げ抜けされることもあるぜ。そこでまた、投げの代わりに打撃を仕掛けてみろ。あ、当たった。投げ抜けは投げ入力だから、失敗したら投げすかりになるんだ。
その投げスカリの隙に打撃を食らわせてるわけだぜ。打撃にはガードには投げには投げ抜け、投げ抜けには打撃と、基本はこんな感じで回ってるんだ。打撃と投げをいい感じに混ぜろってことね。さっき小技からの投げもおすすめしたが、小技はガードで有利が取れるわけじゃないんだぜ。ほんとだ、メーターの数字が赤いね。ってことはガード後に投げに行ったら反撃されるわけだが、全体フレームの短さによる展開の速さでごまかしてるのと、小技は連打が効くので割り込みにくいんだぜ。故に投げが通るってわけだ。なるほど、割り込んでくる相手には連打ってことね。あと、ほとんどの小技はガードバックが少ないから、ある数その場で投げられるので結果投げやすいんだぜ。小技って便利だね。遠くから届いてガードで有利、さらにある数その場で投げることができる。そんな技があるから覚えてほしいんだぜ。何それ、最強じゃん。その最強技がラッシュ攻撃だ。D ゲージ1本使って出せるドライブラッシュ中に、何らかの通常技を出すと滑りながら出るんだぜ。その際の通常技はヒットガード問わず有利フレームがプラス4されるという特徴があるんだ。ほんとだ、普段はマイナス2なのにプラス2になってるね。完成のおかげで間合いも離れないから、そのまま投げを連打してれば成立してしまうぜ。さらにヒット時もプラス4フレームだから、普段は繋がらないコンボもできちまうんだ。ラッシュ攻撃に適した技はキャラごとに違うが、キンバリーなら見ての通り 5-P がおすすめだぜ。強すぎる気がするけど、弱点はないの？さっきも言ったが、まず D ゲージを消費することだな。だがまあ1ゲージだからコスパは良いぜ。あと上級者は見てから止めてくるが、最初のうちはまず大丈夫だ。たまたま出した技に引っかかることはあるかもだがな。そして最後、これが一番の弱点なんだが、入力が難しいんだ。比較的綺麗に入力できた時はこうなるぜ。ニュートラル、前、ニュートラル、パリプラス前だ。最後、前の後パリになってない？多少ずれても同時押し認定されるんだぜ。正確には最後の前入力時にパリが押されていれば出るから、パリを押したまま、ニュートラル、前、×2でも OK だ。簡単そうだけどな。いやこれが意外と難しいんだ。単に前×2パリだったら簡単だったんだけどな。慣れないうちは何か技を空振って、その隙にパリを押しっぱなし。そこから前×2って入力方法もあるぜ。ただし弱攻撃は空振り時にパリ入力すると、からキャンセルラッシュになり3ゲージ消費するから注意だ。中や強攻撃よりはジャンプ攻撃空振りの方がマシかもね。ジャンプ中継ならパリ入力でそのまま出るしな。しかしまあとっさに出せないのは不便だから、直で出す、いわゆる生ラッシュをマスターしてほしいぜ。トレモにこもるか。トレモをプとしないってのは、格ゲーの素質の一つだと思うぜ。てなわけで今回は主に攻めの考え方についてだったな。コンボや必殺技にばかり目が行きがちだが、こういう論理を知らないとそれも活かせないからな。ダメージを与えるためには打撃と投げのタクが必要。そこに行くために有利な状況を作る行動が、いきなり全部覚えるのは無理だぜ。何度でも見返して、少しずつ強くなるんだ。今まで作った初心者向け動画をまとめた再生リストを概要欄に貼っておくから、そっちもチェックするといいぜ。みんなはどうだった？この動画が少しでも役に立ったら、高評価や応援コメントもらえると嬉しいな。サブスク登録してくれたら泣いて喜ぶぜ。それじゃあ最後に、キャッハー。